結婚を前提に考える。彼氏がいなかった時期ほぼない。私の恋愛の人数がだいぶ変わってくるから。3日その人のことが好きとかじゃなくて、恋愛してる自分に酔ってる初めてポッチがこの人が最後だなと思った人だったんですよ。Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a sum up for anything like that. 恋愛系の暴露話とか失敗談について。高校の時同性でいい感じの人がいたけど同性ってこともあって告白できずに終わった。彼女に別れるなら2ヶ月分の交際費払えと言われ。何？怖くない？クリスマスにペアリングを買おうって言ってて、これ本当にあった怖い話です中学校の時ポリコと同じ人と付き合ってたことある。だからね言われちゃうの、男の人って普通に座るもんですよ絶対帰らない。年齢イコール恋愛未経験値、20歳、いい人に巡り合いたい今日この頃。いいと思う、全然いいと思う。いいと思うっていうか全然普通、私もちゃんと付き合いますみたいな、しっかりした付き合いは19歳の時。それまでの恋愛ってさ、もうなかったようなものっていう。でも一応恋愛で分かんない、なんていうの、そのちゃんとした付き合いって逆に何みたいな感じなんだけど、なんかもう結婚を前提にね。全員結婚を前提に考える。結構考えちゃうタイプ。そう、ポッチそうなんだよね。なんか前なんだろうね、付き合ったらその全員この人と添い遂げたいみたいな、この人が最後と思って付き合うじゃんみたいなこと言ってたんだけど、そんなこと全然ない。女の人はそういう人多いと思うよ。誰だ違う？女の人そういう人多いと思うよ。みたいな。多いと思う。私結構知ってるけど、みたいな。何それ。だってさ、じゃあどういう気持ちで付き合うよ。普通に好きだなって思って付き合う。一緒にいたら楽しそうだなみたいな。誰も彼氏がいないからとりあえず付き合う。だからそれが私は中学校とかの時とか高校の時はそうだったかもしれない。中高学生時代はわりかしそういう感じだし、ポッチの前に付き合ってた人も別にこの人が最後だなみたいな、この人でいようって別に思って付き合ってないから、だから全員誰もがそうやってこの人が最後だって思ってるわけではない気がするっていうか、私はそうじゃない。なんか恋愛をしてませんみたいな感じのね、恋愛してない時期ってあったよね。ある。ちゃんとした付き合いをしてからは恋愛してない時期はほぼないかもしれない。恋愛してないというか彼氏がいない時期はほとんどないかもしれない。ないじゃん。私この間ポッチにさ、その恋愛してない時期ってあるみたいな話をしてたんだよね。恋愛でずっとしてきたかみたいな。私中学校くらいから、初めて彼氏ができて、あなたはすごいじゃん。そっからずっとでしょ。それでそう、いなかった時ももちろんあるけど、この人のことが好きだなみたいな、恋愛はずっとしてきてる気がするのね。だし多分ほとんど彼氏がいなかった時期ってほぼないみたいな。いない時は遊んでたから、わりかしいろいろとって思ったら、私めっちゃ恋愛体質なんじゃないか。恋愛体質だよ。そんな風に全然思ってなかったんだけど、なんかめっちゃ恋愛体質じゃない？恋愛体質だって思ってた。私ってさ、結構恋愛体質じゃなくない？じゃないかも。なんか一人でも別に大丈夫。そう。みちは寂しがり屋っていうのもあるよね。なるほど。なんか誰かと一緒にいなきゃいけないし、恋人ができたらずっと一緒にいないと気が済まないって。私それはね、長かったんだよ。人によるけど、一応でも付き合ってはこうみたいな。それはあるよ。それはある。あるよ。全員結婚を前提で付き合いたい気持ちも山々なんだけど、ちょっといない時期にフラッと来た人となんとなく付き合おうかなっていうのはあるっちゃあったね。あったけど、最悪結婚できるかなって常に考えてはいる。最悪なの結婚が最悪なの。考えつつ嫌なとこいっぱいあるけど、いろいろなんかこうそうめっちゃ好きとかっていうわけでもなければ、お互いにフラフラっと付き合ってたっていうぐらいのあんじゃん。それの時にこの人と一生一緒にいれる可能性ってあんのかな、ちょっとでもって思いながら付き合うけど、結果無理だったんだよ、あれは。あれは少ないじゃない。19歳の時からちゃんとした付き合いっていうのを始めて、あなたと出会ったのが22歳の時。3年間よ。3年しか3年間でないんだ。4人よ。浅いもん浅いよ23になる年とかだったから、3になる直前とかだったって思ったら4年間で4人。1人1年みたいな。私はこっちと出会ったら25って何年間ぐらいその恋愛っていうものをしてきたんだろうと思って。
あー長い。でもさそれ本気一人に決まるまでに本気のやつなの？本気っていうか別にだから誰も本気なんて思ってないことない。ああそっか逆になんだ逆に、だから私はなんかすみませんなんかちょっとのろけみたいになっちゃうんだけど、初めてポッチがこの人が最後だなと思った人だったの。突然の何よみたいなの。いやみんなの話聞く回なんだけどすいませんなんか。だから私初めて人と付き合ったの小学生の時、小6、小5くらい。それカウントすんの？する。それちゃんと結構混ぜてたもんだって。それなんか「なんとかちゃんのこと好きチュッチュ」みたいなそういうんじゃない。それはもう幼稚園生とかじゃない。もう小学校5年って結構大人だから言うて25歳まで13年間ぐらい私はいろいろ学んで恋愛をしてきたんだよね。でたどり着いたの最後の結構プロプロ。私よりもじゃあ経験が豊富。ある全然あるよ経験値で言えば。でもちゃんとした本気の恋愛本気で人を愛したことがじゃあそれまでありましたかって言ったら、ないかもしれないないかもしれない。でもそうだね私もちゃんと付き合ったって言うけどちゃんと付き合ったの定義的に私は周りに知られてる、あと私にとっては長かったんだけど1年ちょいとか付き合ってたのが長めだったからこれちゃんとした付き合いだなとかなんかそういうなんていうの定義怖くない？定義が分かんないよね。でも定義なんてないでしょ。こっち流のちゃんとした付き合い。私的にはちゃんと付き合ってたなって思った。で高校の時は友達にも数名しか知らないし。でもよくない？学生時代とかってすぐ別れるかもしれないし言わないでみたいなことない？なんかそう何々君と付き合ってるんだけど内緒にして言いふらす必要もない程度のなんてそういう程度のやつ。ポッチは結構だから恋愛に対するなんか感覚が結構重いんだよね。そうなんだ。私軽いのめちゃめちゃ。恋愛体質だけど軽いんだよね。だから3日間でも付き合ったとか付き合ったっていう感じになるじゃん。だってそのお互いが付き合ったって認識をする時点で付き合ってるわけじゃん。勝手にこっちが思ってるわけでもないから。だけどなんかそういう人は入れなくてもいいです。いっぱいいるとも入れない人もいると思うけど1年間付き合わなきゃ入れないみたいな人もいるじゃん。ポッチそれ全員結婚考えて付き合うみたいな感覚でいるから重いんだよね。なんかでも確かに3日を入れるってなったら多分私の恋愛の人数がだいぶ変わってくるから。3日の人がいっぱいいるの？じゃあ3日の人がいっぱいいるとかじゃないけど怖くない？今まで使った4人だけど3日の人入れたら15人です私は認識の中では4人だ4人ね。だけどなんかこう自然消滅とかさ学生の時とかってよくあってさ付き合ってる付き合ってないみたいなのがさちょっとふんわりあるよみたいな。付き合ってるか付き合ってないかをはっきりさせてたんでしょ。だから別れるのもはっきりさせたし、わりかし別れるのはっきりしないでなんか連絡をお互い取らなくなってあれ付き合ってなかったんだっけ付き合おうってなったはずだったんだけどなんか連絡を取らなくなっちゃってあれ付き合ってなかったんだっけっていうのはなんかでもあるかも。それあるかも。あるよね。あるかも。お互いでちょっとなんか意識がどっか行っちゃったのよ。そうだからその軽いって言うけど言うて私だってちゃんと振られてラバーズアゲイン聞きながら夜な夜な枕こう渦まってってなってたことも別にあるし。みちは結構なんか自分に暗示をかけれるタイプなの。この人がちゃんと好きだっていう風になれるタイプ。私はなんかところどころもハテナがいっぱいある状態で付き合ってる場合も結構あったからよく考えたら全然好きじゃない人を好きだって思い込みたい気持ちでいることもよくある。しっかりとちゃんと好きになれるタイプだね。例えば3日だとして何なれる？本気でこの人だと思ったのがポッチだけだとしたら、そうでもなかったわけじゃん。そうだね。だけど泣けるぐらいのところまで持っていけんの。全然いける。私は多分その人明日転校しますってなって悲しむことが多分できないぐらい。その人のことが好きとかじゃなくて恋愛してる自分に酔ってるっていう。そうそれもあると思う。なんでわかんない。恋愛体質の人がありがちなやつ。なんかさ全略プロフィールにさポエムみたいにいっぱい書いてある人でしょ。ポエムだけは書かなかった。だけどなんか専門学校の時かなにマックス持ってきてが来ててなんか4人くらいから言い寄られてたのよ。4人くらいからアプローチをされてたのでその中で私は選ぼう。なぜかなんか旅っていうか1日かけてなんか一人一人会いに行く旅始めるの。バチェラーなんかちょっと違うなみたいな。でもう一人で会ってちょっと違うなみたいな。で大体この人っていうのは決めてたんだけど他の人ともちゃんと話してみないとバチェラーバチェラレッタ何
それなんかキモい。この人と話してみて、もしかしたらこの人に刺さるかもしれないみたいな、自分が。誰マジでここアップで見てほしいこの顔。でもほぼこの人と付き合うみたいなやつ決めてた時で家に行ったの。朝も朝だったの。もう1日かけてたら早朝になっちゃったの。私でなんか電話したけど出なくて、その日その人が起きてくるまでその車の中で待ってたのね、ずっと家の前で。ストーカーかも。なんかその行動自体がその人が好きすぎるから家の前で待ってたとかじゃなくて、もうそれをしてる自分に酔ってるの。キモくない？一番嫌なタイプ。それでそれで本当に好きとかじゃないんだもんね。も付き合ったんだけどね。恋愛ってさ、付き合ったが恋愛じゃないんだとしたら、好きになってるっていう部分だとしたら全然あるかも。政治であの先輩好きだったなみたいなとかだったらあるかも。だから好きだったけど全然実らなかった人もいっぱいいる。いるいっぱいいっぱいではないから、割と一途だから。小学校で1人、中学校で1人。重っ。重いよね。小学校の時はもうなんていうの、初恋みたいな感じだから、もういいのよ。なんか付き合うとか告白とかじゃない。まあ小学校はまあいいよ別に。バレンタインの日にチョコあげに行くぐらい。中学校の時は好きだった子がいたけど、その子も私のこと好きだって言ってたはずなのに向こうに彼女ができたの。おやおやと思って。もうそういうのはある。出遅れてんの。出遅れでも遅れでもないよ。出てこないよ。出てこない。出てこない。だから積極的だからそれポンポン進むんじゃない？バチョレッタみたいな感じして。マジでこれ叩かないらしいんだけど、普通に考えてだいぶうざくない？だいぶうざったいやつだよね。うざい。うざいよね。違う、別にそういうんじゃないよ。普通に純粋に恋愛をしてただけなの。普通に純粋に恋愛をしてたけなげな少女っていうだけ。今過去の恋愛はさ、うまくいかなかったわけじゃん結局。美化されるっていうパターンとそうじゃないパターンがある。私は結構美化するタイプなの。でも散々いろいろねあったから、だけど多分美化されちゃってるからいいとこしか出てこないの。でパッチってさ、聞くとさ悪かった話しか出てこないじゃん。今までその付き合った4人ですね、4人、私がちゃんと付き合ったっていう認識の4人は、15人中4人だけど、4人はもう別れた理由がはっきりしてるから、自分の中でここが無理って思って別れてるから、なるほど。もうなんか美化しようがない。自分の中でもう無理な人だっていう認識になったから、別れてる。結構気が長いタイプだったよ私は。気が長いちょっとのことで。そうだって指輪もあそこから半年ぐらい続いてるよ。それ気が長いタイプ。そう結構すぐ切らないよ。喧嘩とかはしてたの？喧嘩ってさ、一緒に住んでるとさ大喧嘩に発展できるけどさ、一緒に住んでないとその日のうちにバイバイじゃん。喧嘩っていうかなんていうの、シュンとする。言い合いとかはしないけど、シュンとして悲しんでてちょっと空気が悪くなるよみたいな。そう、空気が悪くなって、でバイバイしたらなんか次までに仲良くなっとかないと気まずいから、お互い LINE でなんとなくこうさっきごめんねみたいな感じになるとか、その程度しかないかも。私だって今までずっと全員ではないけどほとんど喧嘩したら別れてた。短期ね。結構それでよく美化できるよね。ねえ。今思うと本当に若っと思うんだよね。喧嘩して別れちゃうってさ、今考えられないじゃん。喧嘩してじゃあ別れようじゃねえとかありえないよ。本当に終わりみたいな。なんで今終わったの？喧嘩しただけじゃんって。だけど喧嘩して普通に別れてた。その4人は絶対に美化できないんだけど、美化できると言ったらその実らなかった初恋の人とか、中学校の時好きだった人とかはむしろめっちゃ美化してるかも。じゃあ実らなかったし悪い思い出がないから。ないそうだね、確かに。でもいいことだよ、実らなくても。確かに全員付き合った人を今思い出してって言うとちょっと難しいのね。だけど初めて付き合った人さすがに思い出せる。初彼みたいな人とか初恋はちょっと思い出せないかも。少なすぎて思い出せるだろうね。違う、その4人じゃないのね。違う、初彼っていうふうにはやっぱできないの、さすがに。さすがに19歳で初彼っていうふうにはやっぱできなかった。今までのその3日じゃないんですよ、どうせ。3日とかそういうのは分かんない。もう日数も分かんないレベルよ。もうない。何が普通になんていうの、ごちゃごちゃあったじゃん。知らない。中学校2年生かな、初彼は。思い出せる。思い出せる、名前も思い出せる。でも今まで付き合った人数の中にランクやしてもらえない。もらえない絶対無理。そういう意味が分かんない。ちょっと自分の中でちゃんとしっかりとした恋愛だって思って人にちゃんと話せる恋愛って思えてるのが4人だった。他の人たちを入れちゃうと、じゃあその初彼とはどういう思い出があるのって言ったらないの。あんまり入れて
っておきたくないし、思い出話もない。別に思い出話をするために付き合ってたわけじゃないから別にいいんだよそれ、そうなの、別に思い出ないからちょっとその人は入れるのやめとくねとかそういう話じゃないよ別に。初めて付き合った彼っていうか、それを大学の時にしたい。19歳が初めての恋愛っていう体で話をしていきたい。ああ、なるほどなるほど。偽装していきたいですね。こう自分の中の記憶っていうか自分の人生歴を偽装したいよってことね。別にいいんだけど、なんかそんな別にそんな興味ないし。違う、なんていうのね、分かる人いるかな。最初のさ、なんかさ、こちゃこちゃしたものを自分の恋愛っていうものにくくれないの。好きっていう風な感情を抱こうと思わなかった。好きと思ったから多分付き合ってんだよ。だって付き合うっていうノーもうザ・アクセサリー感覚。彼氏いるんだよ、チャリで迎え来たよみたいな。だからそういうことだから、それをなんか自分の中の恋愛に入れるのはちょっとなんか恋愛に重いんだよ。いかないんだよ。重い恋愛。だからじゃあ一回割り切って、そこから1としたら何人と付き合ったかっていうのを、何を割り切ったのか分かんないけど自分の中で何か固まったの。何人と付き合ったかっていうのを考えてみた方がいい。でも思い出せないよね。あ、いるんだって知らなかった。ほんと4人だと思ってた。思ってた。偽装してだからそう言ってるもんね。いるのいっぱい。だってまずその4人の中に中2の時の初彼は入ってないから、中学の時はもう1人いたの、まあ、その人はもうふわっと消えた、自然消滅。あれ付き合ってたんだっけこれ付き合ってないんじゃないの、さすがに。でしょ分かんない難しい付き合おうってなったかもね、お互いに。なったじゃあ待ってちょっと待って、一回これ誰が知りたいの？やっぱ4人にしとく。4人でいい。なんかそうやってなんか3日を入れたって考えると、そんなのなんかさ、一時期流行ってたさメルカリとかそういうのも入れることになっちゃうね。そうしたらさ、もうさ、キリがない。私3年以上にするね、じゃあ。3年以上、ポッチを入れて3人ゼロだもんでしょ3年以上の人しか言っちゃいけないんでしょ。だから1でしょ。1でしょ。3。でもそれでよくない？この人としか付き合ったことないのっていうのがさ、なんか違うけど嘘でしょ。嘘じゃん。なんか偽装したみたいになるのは嫌だ。なんかちょっとそういうの。誰も気にしてない。誰も何とも思ってないから大丈夫。なんかめっちゃ恥ずかしい話を今日してる気がするので。でもこれからも私はなんか4人って言い続けていくと思うので。まあそうだ。誰も気にしてないし。4人。ミッチーを入れて4人だっけ？入ってない。1、2、3、4、5だ。なんか今までの恋愛っていうことで考えてたから。ああ、なるほど。このミチより前だ何人付き合ったので4人。ああ、はい。私ずっと入ってるから入ってて4だと思ってたでしょ。思ってた。こうやってさ、なんかさ、お互いの恋愛話ってさ、する人としない人でいるよね。私たち全然するじゃん。聞きたくないみたいなとこいるじゃん。元彼の話とかを元カノの話とかをされたら嫌だみたいな。これだけもう長いと別に何を言われてもなんか嫉妬するから言ってほしくないから。ないよ、ないじゃん。ないね。それはないから。でも最初の頃はさすがにそんなに前の人の話とかしてはなかった。確かに。今はでも全然逆にネタとしてなんか面白いお話を聞ける日みたいな。共感もするしね。分かる、そういう人いるみたいな。そうありえないそういう人とか。私たちが過去の恋愛の話をね、こんだけ赤裸々にして大丈夫って思った方がもしいたとしたら大丈夫なの？全然ネタじゃない誰も気にしてないのよ。だから別に大丈夫なのみたいな。なんか2人そんななんか過去の喧嘩とかならないのとか別に誰も気にしてない。心配してもらえたかと思った。心配されてないから大丈夫で、このね恋愛の話はもう本当元は暴露話からどんどん続いてここまで今来ましたけどでもね、私ね、恋愛話みたいなのちょっとしたかったなって思ってたの。じゃあちょうどよかった。だからちょうどよかった。なんか楽しいよね、そういう昔話。そうたまに盛り上がるじゃん、それで恋愛話みたいな。いわゆる女子トークみたいなのができたんじゃないですか？そうですよ。ポッチの指輪を自分で買ったっていう話はもう10何回ぐらい聞いてるでも面白いんだよね。何回聞いてもそれ何回みたいな。毎回なんか同じ反応ができるぐらい。今もう聞きたいもん、その彼にあれは何が起きてああなったんですかって聞いてみたいぐらい。私も不思議。それが結構悲しい出来事ってその時期はすごい思ってたけど、誰も言えなかったの。そう言えなかった。部活の同期にも言えなかったし、指輪買ってもらったんですねって後輩の子とかに言われてもそうなのって言っちゃうぐらい本当に恥ずかしかったし辛かったけど、今となってはもう言いふらすぐらいネタになったっていうのは、みちがいて幸せな恋愛をしてるからこそのだよね。言えるんだ。私のおかげってこと？
まあまあまあ、こんな感じでね、私たちの恋愛話、共感とかって思った人は何共感って何？共感してくれる人はさいると思うよ。いいけど共感はなんかあれじゃない？共感したなみたいな思ってくれた人はでいいんじゃん。共感ってもうぶりっ子じゃん。共感したなって思った人ははいグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして私たちの SNS もやってますので Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。せーの、バイバこういうお話してほしいなみたいなことがあったらーイ。もう終わってんのよこの動画今。あったらコメント欄にぜひ書いてくれたらトークテーマみたいな感じあでね絞ってなんかお話できたらなと思いますので、ぜひコメントたくさんお待ちしております。そうじゃないコメントもたくさんお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。